続いて選手宣誓です。ロイヤルソードアカデミーシャル・ブランシュ寮寮長ネージュ・リュバンシェ選手、ナイトレイブンカレッジポムピオーレ寮寮長ビル・シェーン・ハイト選手。あ、ビルさんだ。なぜ代表が若様ではないのだ。伝統として両校の一番古い寮の寮長がやるんだよ。去年の大会の中継見てなかったのか。どうせマレーストラコニアさんが出てないところは見てなかったんでしょう。小説とか漫画の関数読み飛ばすと切れるくせに自分はそういうことしちゃうんだ、セベク君。これからは全て見る。そこは素直なんだ。先生、僕たち選手一同は磨き上げてきた魔法と仲間との絆を信じて正々堂々と競い合うことをここに誓います。それでは両校の学園長による開会宣言です。ロイヤルソードアカデミー学園長アンブローズ63世です。ナイトレイブンカレッジ学園長ディア・クロウリーと申します。この度伝統ある大会が大きな節目を迎えます。記念すべき100回目、古き物語に終止符が打たれ新たな物語が幕を開ける。おっしゃる通り、我がロイヤルソードアカデミーがついに100連勝を達成し、次の栄光へと歩みを進める記念すべき節目です。は？まさに新たな物語の幕開けですな。ご冗談を。そんな退屈な展開は会場の皆様も望んでいませんよ。今年こそ我がナイトレイブンカレッジが勝つ鮮やかな逆転劇をご覧に入れましょう。お、そのセリフもいい加減聞き飽きましたな。一度も優勝できていないからわからないのかもしれませんが、奇をてらった逆転劇など邪道、約束された王道こそが人の心を打つのです。言わせておけば、今の発言絶対に後悔させてみせますよ。不法解などありえません。私は未来に語られる王の名をすでに知っている。その名はロイヤルソードアカデミー。いいでしょう。決着は試合でつけてやります。望むところです。返り討ちにして差し上げましょう。ではここに第100回魔法師養成学園対抗競技会の開会を宣言いたします。それでは第2試合以降に出場する選手諸君は観客席へ。選手たちがシャボン玉に包まれてスタンド席に運ばれていく。綺麗だな。やっぱ魔法ってすげえ。僕たちから見ると先輩たちがシャボン玉で運ばれていくのはシュールに感じるが、これも魔法師ならではの演出かな。それよりいよいよ第1試合が始まるぞ。それでは皆様お待ちかね、第1試合の選手を発表いたしますぞ。
まずはロイヤルソード。ちょっと待ってください。先に発表するのはうち。おや、そうでしたかな。これは失敬。まったくもう事前に決めたことをすぐアドリブで変えようとしてくる。これだからロイヤルソードアカデミーは。第1試合レリックラビリンス。5年ぶりに開催されるこの種目、迷宮内で枯れた魔法石を見つけ出し魔力を注入する。その石をより多く台座に置いたチームが勝利です。さあ、大変お待たせいたしました。いよいよナイトレイブンカレッジ代表選手の入場です。盛大な拍手でお迎えください。海の魔女の慈悲の精神に基づくオクタビネル領アズール・アーシェングロット。砂漠の魔術師の熟慮の精神に基づくスカラビア領ジャミル・バイパー。茨の魔女の高尚な精神に基づくディアソムニア領リリア・バンナージ。百獣の王の不屈の精神に基づくサバナクロールラギー・ブッチ。デリア様何あのムービー。100年目マジで気合入ってるじゃん。いいないいな。俺様も来年はあんなかっけえムービー作られてんだぞ。さすが上級生、誰も目が泳いでない。ふふかっこいい。ブッチ先輩は絶対にマジフトに出ると思ってたのに。僕も意外な選抜だよね。最初に決定を聞いた時には驚いたぜ。マジフトで活躍してるところを見たかった気もするが、いや今グダグダ言っても仕方ねえ。ラギー先輩頑張ってください。ラギーさんけっぱれ。以上7名です。さてさて、次は我が校の精鋭たちに入場していただきましょうか。ロイヤルソードアカデミーの代表選手は99連覇の誇りを受け継いだこの若者たちです。一途な姫の情熱の光をいただきし、マリナ・フィーネ領イエーレ・コーラリア。奔放な姫の最地の光をいただきし、デュナミーナ領ミナジール・ティラージャ。リエーレ？どっかで聞いたことある名前だな。俺も知ってる気がする。誰だっけ。あ、純粋な姫の希望の光をいただきし、思い出した。アズール先輩に取ってこいって言われたアトランティカ記念博物館の写真。あれリエーレ王子来館記念の写真じゃなかったっけ。ってことはあいつアズールたちと同じで人魚なのか。コーラリアはサンゴの海の王家の名だ。貴
サマラ、そんなことも知らんのか。デュナミーナ領ミナジール、あいつ去年はマジフトに出てた選手だろ。ロイヤルソードアカデミーには珍しいプレイスタイルだったから僕も覚えてる。今年はレリックラビリンスに出るんだ。去年と違う種目に出てるというだけでスキルが幅広い選手なんだってことがわかる。要チェックだね。以上7名です。それでは選手の皆さんには競技会場へ向かっていただきましょう。扉よ開け。ここが第1試合の競技会場ですか。この競技に出場が決まってから過去5回分の競技会場の記録は確認したが、そのどれとも違うな。10年前は海底にある古代文明の遺跡、5年前は砂漠の中央にある財宝が満載の遺跡。今回は同じ場所でなくてよかった。もし会場が財宝で満載の洞窟などだったら彼の制御ができなかったでしょうから。俺、企業にアピろうと思ってマジフトの新技まで練習してたんすよ。なのになんでなんすかレオナさん。なんじゃ、この競技の選抜では不服かラギー。不服っつうか意味が分かんないだけっす。言っちゃなんだけどマジフト部でこの1年スタメンから落ちたことないんすよ俺。選出会議でもその話にはなったが、ま、レオナにも何か考えがあるんじゃろ。俺には理解できない深い考えがね。でもやっぱ納得いかねえ。ほれほれ、しょぼくれるのもそれくらいにせ。試合が始まればすぐに全国中継も始まる。どの種目であれ活躍すれば企業にアピールすることはできるじゃろ。不屈の精神の見せ所ではないか。見てろよ、やるからには選んで損したとは言わせないっす。すごい、こんな不思議な建物海でも陸でも見たことないよ。この階段の先には何があるんだろう。あっちのドアの中は早く歩いてみたい。君どこかで会ったことある？ええ、エレメンタリーとミドルスクールでご一緒しました。あの頃とは随分変わったのに気づいてくださるとは光栄なことです。エレメンタリー、もしかして君アズール？アズールだろ、タコの人魚の。ええ、お久しぶりです、リエレ王子。うわー、本当に久しぶり。また会えて嬉しいよ。変わりすぎてて最初君だとは気づかなかった。いや、もちろんいい意味でだよ。深海にいた時よりすごく堂々としてて、太陽の光の下で見ると前よりずっとかっこよく見える。お褒めに預かり光栄です。あなたもすごく印象が変わりました。海の中よりずっとなんというか鮮やかです。でしょ？だよね。これが本当の俺なんだ。やっぱり陸って最高。君も陸に上がってたなら連絡をくれればよかったのに。頼りを出そうにも連絡先を知りませんでしたから、陸の訓練校でも一緒になりませんでしたし。そっか。俺ロイヤルソードアカデミーからの入学許可証を受け取ったその日に城から飛び出しちゃったから、急にいなくなってお城の人たちは大慌てしたらしいけどだって待ちきれなかったんだよ。
地上の世界に行くことが。それは迷惑。いえ、行動力が素晴らしい。さすがですね。今日の試合はサンゴの海にも放映される。いい試合にしよう。ええ、もちろん。サンゴの海の第7王子リエーレ・コーラリア、もちろんいい試合にしましょう。僕の有能さを陸と海に知らしめるためにね。間抜けな王子、せいぜい僕の引き立て役になるがいい。やれやれ、リエーレのやつ。試合前だってのに緊張感がないな。この競技は事前の計画立てと打ち合わせが大切なのに、ちっともじっとしやしない。これはミナジール王子、お久しぶりにお目にかかります。バイパー家の長男ジャミルでございます。本日はお日柄もよく。よせよジャミル、そのへりくだった喋り方は城の外でまで王子と呼ばれたくない。ですが、あなた様に無礼な口を聞いたとあっては、ネッサの国で逮捕されても文句は言えません。あの国の古すぎる法律には心底うんざりする。ここは黎明の国だ。そして今の俺とお前はただの学生同士。そうだろ。ご命令とあらば、ミナジール先輩。アジウム家のカリムは元気にしてるか？祖母君も。ええ、それはもう王宮では未だにあの祖母君の話は語り草だ。王族が商家に嫁ぐ。当時は掟破りであり、国中大騒ぎだったと伺っております。じいさんがよく話してたよ。妹は本当に破天荒で元気なじゃじゃ馬姫で、誰にも止められなかったって。すごい胆力だ。俺も見習いたい。俺も城を出て決まりごとに縛られない自由な暮らしがしたいよ。その点ロイヤルソードアカデミーは気楽だ。規則は多くても実家よりよっぽどいい。国に戻ればあれを着ろこれをしろ。しまいにはまだ影も形もない結婚相手にまで口出ししようとしてくる。余計なお世話だ。それだけ国王陛下もミナジール先輩に期待していらっしゃるということかと。やめだ。気がめいる話はよそう。今日の試合はお互い自由に楽しもうぜ。ええ、お手柔らかに。それでは失礼します。決まりごとに縛られない自由な暮らし？いつだって選ぶ立場にいるくせに傲慢な悩みだな。王族のくせにしょっちゅう家出をしてメディアを騒がせていた奔放な王子。奴はネッサの国でハイスクールを飛び級で卒業し、14歳にして国内統一学力試験で1位を獲得した。その後ロイヤルソードアカデミーに迎え入れられた天才ともてはやされているが、王子殿下に対する採点に国内でどれほどの公平性が担保されているのか、正直疑問しかないな。所詮奴は王宮で甘やかされて育った箱入り王子だ。今日の試合はネッサの国でも放映される。あいつに勝てば俺の価値は嫌でも世界に知れ渡るだろう。目に物見せてやるぞ、じゃじゃ馬王子。所詮甘やかされて育った奔放王子とか思ってるんだろうな、あいつ。ミナジール、今の友達？ダチではねえな。親戚の家で働いてる一家の息子だ。じゃあ彼もネッサの国から来たってこと？あー、いいな。俺砂漠には行ったことがないんだ。広い砂の上に寝転んだらきっと気持ちがいいんだろうな。そんなことしたら天日干しになるぞ。さあ、熱い砂に思いを馳せるのはそこまでだ。リエーレ、作戦会議と行こう。お互い国の連中に間抜けな姿は見せられないだろ。うん、俺はもう子供じゃないってパパに認めさせてやるんだ。勝つぞこの試合。